すみません、お待たせしました。こんにちは。こんにちは。J です。博多にいます。これから夕食を食べに行きます。向かっているのは住宅地の中にあるこのお店。このボタンの大将野口さんは以前は東京の一つ星店寿司橋本で修行。もともと福岡の糸島のご出身なこともあり、2021年にここ博多で開業。瞬く間に予約の取れない人気店になってしまいました。塩とお醤油はお好きな方で、まあ、ちょっと一切れずつしかないんであれですけど。うわ、美味しいこれ。醤油もうまいですねこれ。醤油もまあそうですね。じゃあ醤油も食うか。塩でいい気塩もがしちゃうね。のすごいうまい。すみません、二切れしかなくて。いや醤油醤油いや醤油食うかしょうがないから。一個しかない。結論、どちらも美味しかったです。それにしてもこの寿司激戦区の博多でいきなり人気店になるなんてすごいですね。言ったら僕って杉田さんの流れになるんで。そうだよね。杉田の孫だもんね。そうですね。お店。なるほど。野口さんがいた寿司橋本の大将はもともと有名店杉田のお弟子さんで、つまり野口さんは杉田さんの孫弟子。それもあって開店直後からこちらでも評判だったそうです。杉田ブランドの杉田ブランドがまずあるからさ。こちらは焼いとガツオ。焼いとガツオはどこで取れてるの？これは五島ですね。長崎。全然血生臭さはない。これは本当綺麗なこうマグロ寄りなカツオですね。美味しい。美味しいこのお酒。なんだっけ？まだ聞いてない。熊本のうぶすなっていう。あ、うぶすなだ。はい。ニラコ。ニラコ。煮たたこ。ニラコ。コタンという名前の意味を聞いてみました。そうですね。で、まああっさりしているようで、でも味わい深い、奥深いとかっていう意味があるんですけど、まあだから習ったこと的には、まあ毎日同じことやるけど、まあよりよくですね、前の日よりも今日よりも明日っていうので、こう同じことやりつつも常に進化をしていくっていう姿勢というか、拍子もないことをしないでこう芯の通った仕込みとかっていう仕事をするっていう意味では、まあそのコタンっていうのは僕はすごいしっくりきたんで、一番も忘れない、そして初心を忘れないためにもじゃないですけど、それでお店の名前をもうそれにしちゃおうかな。確かに杉田チームはそういう感じしますね。なんかあんまりこう、言ったら別に悪いわけじゃないですけど、キャビア使ってどうとか、食材はとかじゃないので、そこにまあ良さというか、僕は魅力を感じている。まあお店の作りもしっかりかっこよく作ってもらったんですけど、まあある程度こうシンプルにというか、スペア大工さんってまあお茶室を作る大工さん。雰囲気も完全にそうです。メヒカリですね。シアメシでご用意してます。今日はですね、地元のじゃなくて、まあ、愛知。うまっ。油も乗ってますし、まあ、干しているんで水分を抜けてパリッと仕上がった。で、皮だけじっくり焼くんですよ。まあ、そんなにこう身が厚い魚じゃないんで。皮だけ焼いてたらだんだん身が。はい、身の方には火が入るんで。入るんだね。それでこのふっくらで皮目パリパリみたいな感おじ。次はホタルイカですが。そんなにしちゃうの？これ、はい、もうみじん切り。初めて見た。酢飯とあと花わさび、酢漬けにした花わさびですね。あとごまを一緒にあえてます。
面白い。食べたことないこれ。でも本当に美味しいですね。これでもセンスだもん。これは人気出るの分かりますよ。まあ杉田ブランドも最初は効くだろうけど、美味しくなきゃ続かない。美味しくなきゃ続かないよ。こういうのがどんどん出てくるからさ。どうぞ。これもお酒のあてであん肝ですね。ペーストにしてたくあんと奈良漬けを細かく刻んで一緒に合わせてます。うまい。茶蒸し。有明で今アサリが上がってますんで、そちらのアサリを使って茶蒸しを放流してます。もうお出汁取って身はもうなしですね。シンプルにお出汁の上はアサリ。最後また湯を温めるとですね、この後お寿司がしっかりいくのでスープ入りますので。ちゃんと考えてくれてるね。天草の小肌の握り、福岡の酢を使い、お米は佐賀と愛知のブレンドです。ちょっと温度高めでガツンとくる、とても好みな酢飯でした。酢の感じはちょうどいい。見つけてくるの、こんなお花屋さんを。だってもう影だけで絵になってる。すごいよね。最初このスポットなかったんですよ。でこのために周りだけのライトだったんで。影も計算してやってるのか。五島列島のイサキの握り。次のお酒は福岡の若波。山口宇部の鳥貝の握り、すだちの香りがします。酢飯も好きです。酢飯がね。いや結局ほら杉谷さんもおっしゃる通り、寿司は飯だからシャリだから。シャリ大事。おっしゃってました。ネタの香りだったり味わいを最後の上に生かせるようにシャリを使っています。長崎で揚がった60キロのマグロの大トロ。2週間ほど寝かせたもので脂が乗っているけどスッと溶ける軽さでした。大好きでしょ。十分脂っぽいんだけど軽いですね。続けて中トロ。さっきの大トロよりもちょっとシャリの温度を若干下げるんですけど、そのぐらいの方がこの油感は相性がいいかなと。下げた方がちょっと粒感がキリッと立ちますんで、それを油がコーティングしてくれるっていう。これがいいマグロだね。美味しい。後味が赤身みたいなね。いいね。でも確かに油もちゃんとある。赤身ですね。さっぱ漬けにしてご用意してます。いい音。見せるためだけで仕事。その海苔の入った平貝の握り。うわ、海苔。中にちょっと海苔を挟んで、海苔との相性すごいいいと思います。海苔との相性がすごくいいですよ。確かに海苔の香りが美味しい。そうなんですよ。ね。美味しいです飲みね。すぎにはたまらない。石鯛です。鹿の島のイシダイ。こちらの地方特有の魚です。金銀が見つかったところ。ホースですね。マスの大きいサイズの。これは北海道です。鹿児島のスミイカ。ねっとりとして美味しい。車エビ。そして北海道のバフンウニ。クリーミーで雑味のないウニでした。対馬のアナゴ。焼かずに蒸しているからふわふわでした。やっぱでもこれ酢飯がちゃんとしっかりしてるから味がなんかこのふわふわ感とかも受け止めきれる感じですね。
と卵で大丈夫そうですか？大丈夫そうですね。はい。シンプルなお椀、もう満足感でいっぱいです。